モータースポーツの長い歴史において数々のサーキットが生まれては消え、あるいは時代の要求とともにその姿を変えてきました。しかしどれほど時代が移り変わろうとも、世界中のトップドライバーたちが畏敬の念を抱き、最高の聖地としてその名を挙げる場所があります。それがベルギーの深い森に刻まれた超高速の舞台、スパ・フランコルシャンです。現在の F1 カレンダーにおいて最長を誇る全長 7.004km、 最大高低差はデュ約34回分に匹敵する 102.2m。 ここは単にスピードが速いだけの場所ではありません。アルデンヌの特殊な地形が生み出すダイナミックな起伏と近代 F1 マシンの空力性能を限界まで引き出す超高速コーナーの融合、それこそがこのサーキットを怪物たらしめる理由です。今回はこの伝説的なサーキットの地理的歴史的な成り立ちから各セクターに隠された高度な技術的チェックポイント、そしてタイヤやマシンに課される過酷な物理的負荷まで、その全てを徹底的に解き明かしていきます。パート1、スパの地理的成り立ちと歴史的変遷。スパ・フランコルシャンの本質を理解するにはその誕生の歴史を紐解く必要があります。100年以上前、1921年に産声を上げたこのコースは専用のレース施設ではなく、スパ・フランコルシャン・マルメディという3つの地域を結ぶ三角形の坑道をそのままつなぎ合わせたものでした。当時の全長は実に約 14km。 民家の石壁や街灯、牧草地の生垣がそのままコースの境界線であり、セーフティバリアなど存在しない時代です。平均時速が 220km を超える超高速公道コースは文字通り命がけの場所であり、あまりの危険さから1970年代にはドライバーによるボイコット、そして F1 開催中断という歴史をたどることになります。しかし1979年、サーキットは劇的な進化を遂げます。伝統の超高速セクションを極力残しつつ、安全性を担保するために西側の公道区間をカット。現在の約 7km の専用パーマネントコースへと生まれ変わりました。このレイアウト変更が奇跡的だったのは、アルデンヌ特有のすり鉢状の地形を完璧に生かした点にあります。谷底へ向かって一気に駆け下り、そこから一転して崖を駆け上がるような地球の起伏をそのまま走るダイナミズム。では、この進化した現代のスパはマシンとドライバーにどのような物理的試練を与えるのでしょうか。セクターごとのテクニカルな見どころに迫りましょう。パート2、セクター別テクニカル分析。セクター1、圧縮 G と最高速の境界線。スタートラインを通過して最初に待ち受けるのはタイトな右ヘアピンがソースです。時速 300km 以上から一気に時速 80km 付近まで減速するこのコーナーは、鋭いターンインとその後の長い下り坂に向けた素早いトラクションが求められます。そしてソースを立ち上がり、緩やかな下り坂で一気に加速した先にスパの象徴であり、世界で最も過酷なクランクが姿を現します。オールージュ、ラディオンへと続く巨大な上り坂です。ドライバーの視点からはまさにアスファルトの壁が目の前にそびえ立つように見えます。この最大斜度 15%、ビル10回分以上、約 35m に相当する高低差を時速 300km オーバーのアクセル全開のまま駆け抜けます。ここでマシンを襲うのが縦方向の強烈な圧縮 G です。谷底のターン山オールージュに飛び込んだ瞬間、マシンは路面に激しく押し付けられ、サスペンションは完全にボトムアウト寸前まで沈み込みます。その直後、今度は頂点のターン4、ラディオンで一気に荷重が抜け、マシンが浮き上がるような感覚に襲われるのです。わずかなステアリングのブレや不適切な車高設定は即座にダウンフォースの喪失を招き、大クラッシュへと直結します。ここを完璧にクリアしたマシンだけが、その先のケメルストレートで時速 340km 以上のトップスピードに達し、スパ最大のオーバーテイクのチャンスをつかむことができるのです。セクター2、ダウンフォースとタイヤマネジメントの極限。超高速のセクター1とは対照的に、セクター2はマシンの空力性能とメカニカルブリックの総合力が試される最もテクニカルな区間です。で、本部の試験を抜けると、コースは谷の底部に向かって絶え間なく降りながら左右へと切り返していきます。
ヘアピンのブリュッセルを越えた先に待っているのが、スパの中で最も純粋なコーナリングスピードが試される超高速左コーナー、プーホンです。時速260キロ以上、ギアは6速のまま進入するこのプーホンでは、ドライバーの身体に横方向へ最大 5G に達する強烈な遠心力がかかります。ここで重要なのがタイヤのマネジメントです。スパフランコルシャンは右コーナーの比率が高く、横方向の負荷が大きい時計回りクロックワイスのサーキットです。そのため基本的には左側の前後タイヤが最も過酷な負荷を担い、摩耗の限界を攻めることになります。しかしこのプーホンのような超高速の左コーナーでは逆にマシンの右側に爆発的な荷重がかかります。セクター2全体を通じて左右のタイヤにかかるエネルギーをいかにコントロールし、トレッド面のオーバーヒートを防ぐか、セットアップにおける柔軟なアプローチがここのセクタータイムを大きく左右します。セクター3、究極の全開区間とエネルギー改正。過酷なセクター2を抜けると再びスピードの限界へと挑むセクター3が始まります。右コーナーのスタブロからアクセルを踏み込み、森の中を全開で突き進む長い全開区間。その途中に位置するのが名物高速コーナーのグランシモンです。現代の進化した空力マシンであれば時速300キロ以上のままノンブレーキ、アクセル全開で通過可能ですが、ランオフエリアが狭いこともあり、ドライバーにとっては1ラップの締めくくりにおける最大の緊張を強いられる場所です。そしてグランシモンを抜けた直後、この超高速の旅に突如として終止符を打つのが最終のバスストップシテインです。時速310キロ以上から一気に時速90キロまで急減速。ここでは強烈な縦 G の減速とともにハイブリッドシステムの MGUK 運動エネルギー改正機構がフル稼働し、バッテリーへと大量のエネルギーを蓄えます。そしてシテインの縁石をアグレッシブにまたぎながらホームストレートに向けていかに早くアクセルを開けられるか、完璧なトラクションだけがチェッカーフラップへの勝利の鍵となります。パート3、まとめ、気候の罠とスパウェザーの科学。どれほど完璧なマシンを用意し、どれほど完璧なドライビングを見せようとも、このサーキットには全てを無に帰す最後の要素が存在します。それが悪名高き気候の罠、スパウェザーです。アルデンヌ地方の起伏に富んだ地形は特有のマイクロクライメイト、微気候を作り出します。全長7キロという広大さゆえに、コントロールライン付近は完全にドライであるにもかかわらず、標高の異なる裏手のケメルストレートやプーホンではゲリラ豪雨が降っているというような極端な状況が頻繁に発生します。この自然の予測不能性と人間の作った最速のマシン、そしてリスクを恐れないドライバーの技術が一つのキャンバスに描かれるからこそ、スパでの勝利は他のどのサーキットよりも輝き、時代を超えて特別であり続けるのです。高度時代の狂気から現代の洗練された超高速の聖地へ。スパフランコルシャンが持つ真の魅力は、ただ速いだけでなく地球の地形そのものに挑むようなモータースポーツの原点が今なお息づいている点にあります。次にここで行われるレースを見るときは、ドライバーたちの首を襲う 5G の横 G や時計回りコースで悲鳴を上げる左タイヤのマネジメント、そしてオールージュの底でかかる圧縮 G にぜひ注目してみてください。この動画が皆さんのモータースポーツ観戦の深みの一助となれば幸いです。面白いと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんが最も衝撃を受けたスパでの名シーンもぜひコメント欄で教えてください。それではまた次回のテクニカル分析でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねボタン、そして解説してほしいテーマがあったらコメント欄に書き込んでください。動画で取り上げて解説していきます。